あなたの貯金、インフレでどんどん目減りしていませんか？ 2024 年末のデータでは、日本の物価上昇率は前年比 3.1%、アメリカでも 3.4% でした。一見大したことない数字に見えるかもしれませんが、複利の影響を考えると深刻です。例えば100万円を銀行預金にそのまま置いておいたとしましょう。インフレ率が 3% 続けば、2から3年後にはその実質的な購買力は約90万円程度にまで下がってしまいます。つまり、あなたが努力して貯めたお金が何もしていないのに勝手に減っていく状態になっているのです。では、どうすればいいのでしょうか？インフレに強い資産を持つことが資産防衛の第一歩になります。しかし、インフレに強いとされる資産にはいくつか種類があり、どれを優先すべきかは意外と知られていません。今日のテーマは、2025年最新版、インフレ時代に強い資産クラス、ベスト3、株式、不動産、そしてコモディティの3つを具体的なデータや実例を交えて比較しながら、ランキング形式で解説していきます。これから紹介する内容を最後まで見れば、なぜインフレ時代に現金を持ちすぎると危険なのか、どの資産がインフレ対策として最も有効なのか、そしてあなた自身がどう行動すべきかが明確にわかるはずです。あなたはこのインフレ時代にお金を減らす側に回りますか？それとも資産を守る側に回りますか？給料はなかなか上がらないのに、スーパーや外食の値段だけはどんどん高くなっている。そんな感覚をここ数年で多くの人が実感しているのではないでしょうか。実際に総務省の家計調査によると、2024年の平均的な食料品支出は5年前と比べて約 15% も増加しています。しかし、同じ期間で平均賃金はわずか3から 4% 程度の伸びにとどまっています。このギャップこそがインフレの怖さです。収入が増えないのに、支出だけが増えてしまう。さらに危険なのは、現金比率が高い家庭。銀行預金やタンス預金を中心に資産を保有していると、物価が上がるにつれて実質的な老後資金が大きく目減りします。2000万円問題と言われていた老後資金も、インフレを考慮すると3000万円以上が必要だという試算も出ています。一方で、インフレに強い資産を持つ人は、その環境を逆に味方につけています。株式や不動産、コモディティといった資産は、インフレとともに価格や収益が伸びやすい性質があるためです。ここでクイズを出しましょう。あなたなら、次の3つのうち一番インフレに強いと思うのはどれでしょうか？ 1、株式。2、不動産。3、金ゴールド。正解はこの後で解説しますが、意外と多くの人が直感とは逆の答えを選んでしまいます。なぜなら、インフレに強い資産の本質を理解していないと、どうしてもイメージやニュースの印象だけで判断してしまうからです。今日の動画では、それぞれの資産がどのくらいインフレに耐えられるのかをデータと実例で確認していきます。初心者でも理解できるように、ETF やリートといった具体的な投資商品も交えて解説しますので、最後までご覧ください。まずランキング第1位として取り上げるのは株式です。株式って値動きが激しくて不安定じゃないの？と思う方も多いでしょう。しかし、歴史的なデータを見ると、インフレ環境においても株式は資産価値を守り、むしろ成長させる力を持っていることがわかります。例えば米国の S&P500。過去50年間の平均リターンは年率約 10%。そのうちインフレ率が高かった1970年代でも、株式市場は年平均 57% 程度の成長を見せています。これは、企業がインフレに合わせて商品やサービスの価格を上げることで利益を維持し、その利益が株価や配当として株主に還元されるからです。特に強いのが生活必需品やエネルギーなどのセクターです。インフレで物価が上がっても、食料や電気ガスといった生活に欠かせないものは需要が落ちません。こうしたセクターに投資している ETF は、インフレ局面で安定したリターンを出す傾向があります。具体的な投資先としては、米国株全体に投資できる VTI や S&P500 に連動する VOO。日本国内では日経高配当株 50ETF なども選択肢になります。さらに、インフレに強いセクター ETF として、XLE エネルギーセクターや XLP 生活必需品セクターなどが挙げられます。ここで少し計算例を紹介しましょう。もし10年前の2015年に、毎月3万円を S&P500 連動 ETF に積み立てていた場合、2025年には元本360万円に対して約720万円前後に増えていた計算になります。インフレによる通貨価値の目減りを大きく上回るリターンです。もちろん短期的には株価の下落リスクもありますが、長期投資を前提にすればインフレに負けない最強の資産クラスと言えるでしょう。
ただし、株式だけが正解ではありません。不動産やコモディティもインフレ時代ならではの強みを持っています。特に意外な2位と3位に関しては、多くの人が直感とは違う答えを持っているかもしれません。この後、その理由をデータと事例を交えて解説します。次に紹介するのは不動産です。不動産はインフレに強い資産としてよく挙げられますが、結果は投資の仕方によって大きく変わります。まず失敗例から見てみましょう。地方の利回りが低い物件を高値で購入したケース。インフレが進んでもその地域の需要が弱く、家賃を上げられず、ローン返済や固定資産税で赤字に。結果として、インフレ時代であっても資産を守れないというパターンです。一方で、成功例は需要のあるエリアやインフレに連動しやすい仕組みを持つ物件。例えば都心の駅近マンションや大型商業施設に近い不動産は、インフレ時に賃料を引き上げやすく、資産価値も維持されやすい。実際に、日本の J、リート指数は2010年以降のインフレ期に平均年に 46% の分配を維持しています。株式のような大きな値動きはないものの、安定したインカムゲインを得られるのが特徴です。また、米国の不動産投資信託リートはさらに顕著です。インフレが進んだ2021から2022年の時期、S&P500 が大きく乱高下する中でも、住宅系リートや物流系リートはプラスのリターンを出しました。賃貸契約にインフレ調整条項が組み込まれているケースも多く、物価上昇がそのまま収益に反映されるのです。ただし注意点もあります。不動産は流動性が低く、購入売却に時間とコストがかかります。さらに物件管理や空室リスクも存在します。このため、初心者がいきなり現物不動産に手を出すのは難易度が高いでしょう。その代替手段として、少額から投資できるリートや不動産クラウドファンディングが人気です。これらはインフレ耐性を持ちながら分散投資も可能で、初心者にとって入りやすい選択肢と言えます。ここで質問です。あなたなら、不動産に投資するときは現物不動産とリートのどちらを選びますか？コメントでぜひ教えてください。失敗と成功の例を比較すると、不動産は選び方次第で大きな差がつく資産クラスだと理解できるはずです。次に、株式や不動産とはまた違った魅力を持つコモディティについて解説していきます。最後に紹介するのはコモディティ、つまり金ゴールド、原油、農産物などの資源です。コモディティは歴史的にインフレヘッジとして機能してきました。代表的なのが金ゴールド。金は通貨と違って発行量を増やせないため、インフレで通貨の価値が下がる局面では相対的に価値が高まりやすいのです。実際にリーマンショック後の2008から2011年には金価格が約2倍に上昇しましたし、コロナショック後の2020年にも1オンス2000ドルを突破しました。一方で、原油や農産物などの資源価格もインフレと連動しやすい特徴を持ちます。例えば、2022年に世界的なインフレが加速した際、原油価格は一時1バレル120ドルを超えました。こうした資源価格の高騰は、エネルギー関連 ETF やコモディティ ETF を通じて投資家にもリターンをもたらします。ただし注意点もあります。コモディティは景気循環や国際情勢に左右されやすく、短期的な価格変動が激しいのが特徴です。そのため、資産全体の中心にはなりにくく、分散投資の一部として位置づけるのが賢明です。例えば株式 70%、不動産 20%、コモディティ 10% のようなポートフォリオ。これにより、株式の成長性を取り込みつつ、不動産の安定性、そしてコモディティのインフレ耐性を組み合わせることができます。ここであなたに質問です。もし自分の資産を分散するとしたら、コモディティは全体の何%くらいに組み込みますか？ 5% 未満、510% 程度、10% 以上。ぜひコメント欄で答えてみてください。まとめると、コモディティは短期的な値動きリスクはあるものの、インフレ時代にポートフォリオを安定させる最後のピースとして活用できる資産クラスです。ここまでインフレ時代に強い資産を3つ紹介してきました。ランキング形式で整理すると、第1位株式特に生活必需品やエネルギーなどインフレに強いセクター ETF。第2位不動産ニートや都心の有料物件。第3位コモディティ金や資源 ETF。でしたね。学べることはシンプルです。インフレ時代に現金を持ちすぎることはリスク。守っているつもりで、実は資産を減らしてしまう可能性があるのです。一方で、株式不動産コモディティといった資産を組み合わせれば、インフレを逆に味方につけ、資産を守るどころか増やすことも可能です。ここで改めて強調したいのは、長期投資の重要性。短期の値動きに一喜一憂せず、10年20年というスパンで考えることが資産防衛の最大の武器になります。
つまり、インフレに立ち向かう最善の方法は、現金で守るではなく資産で守ること。そしてそのために必要なのが、今日紹介した3つの資産クラスです。ここまでインフレ時代に強い資産クラスベスト3を解説してきました。最後にぜひ、あなたの考えをコメントで教えてください。あなたはインフレ対策として最も重視したい資産はどれですか？ 1. 株式成長と配当を狙う。2. 不動産安定した家賃収入。3. コモディティ金や資源で防衛。気軽に答えていただけると嬉しいです。コメント欄での議論は視聴者同士の学びにもつながります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をして次回の解説も見逃さないようにしてください。